はい、皆さん、こんにちは。今日は、2023年の、9月30日、京都の、平安神宮で開催された、ジュースジュースと、ビヨンズのコンサート、平安神宮月夜東よ、京都名月コンサート2023に行ってきましたので、そのレポートをね、ちょっとしていこうかなと思います。珍しい神社仏閣でのコンサートっていうね、プレミアム感だけじゃなくて、結構ね、最近のハロプロだと、関西でのね、コンサートになると、京都を飛び越えてね、基本的に大阪で公演になってしまうということもあって、ミップルとか、しおりん、それからね、エバタンにとっての、貴重なね、京都、現地での凱旋コンサートになるっていうのも、今回の重要なポイントだったんじゃないかなと思います。ということで、ね、自分もすごく楽しみにしてたんだけど、場所がね、人気観光地の京都っていうことで、家からめっちゃ遠いんだけど、せっかくなんでね、当日宿に泊まって、2日目は京都市内をね、ついでに観光してきました。ということでね、今回コンサートがどんなものだったかっていうのを言っていこうと思うんだけど、まずね、この平安神宮のコンサートって、ハロータの人も含めて耳馴染みがないと思うので、ちょっとね、概要から説明しようかなと思います。ちなみにこの今僕が持っているこのどら焼きは、行ってきた人がね、もらえるものになっていて、めちゃめちゃこうもらった時に、オタクがね、みんな受け取ってるの見てちょっと面白かったんだけど、それもね、含めてすごく面白いイベントだなと思いました。味もね、とっても美味しかったです。はい。ということで、今回のコンサートの説明なんだけど、このコンサートっていうのがね、平安時代に京都から広がった習わしの中秋の名月っていうのが、あって、それのね、寒月の宴っていうのを、京都平安神宮で現代的に再現するっていうのがコンセプトのようでして、中国とかだとね、月餅をね、食べて、月を見たり、そういうイベントっていうのもあったりするみたいなんだけど、日本でもね、昔から、お花見のね、ちょうど秋口になって、そういう季節なのかなと思うので、それにね、まつわるイベントということで開催されたみたいです。でね、ジュースジュースとビヨンズ以外にも、今すごくガンダムの主題歌とかで有名なエメさんとか、あと、東儀秀樹さんみたいなね、結構いろんなアーティストさんが出演されていて、まさに雅な夜にふさわしいアーティストっていうことだと思うんだけど、そんなアーティストが4夜にわたって出演するイベントになっていたということでね、結構これも面白かったんだけど、テーマはね、そういう意味では月がテーマなのかなということでね、今回自分が行った日は、当日夜はね、90%以上の雨予報だったので、正直ね、天候めっちゃ心配だったんだけど、奇跡的にね、公演中だけ雨が降らず、月が顔を出す瞬間もあったりして、本当に良かったなと思いました。野外なんだけど、音楽フェスとはね、またちょっと違った雰囲気で、コンセプトも全然違うということで、アイドルイベントとも言えないし、ロックイベントでもないっていうのでね、本当に一夜限りのプレミアムなイベントだったんじゃないかなということでね、セットリストも含めて、結構オタク的にはね、予想があんまりつかないっていうところがあって、その分すごいワクワクした気持ちで見たっていう感じですね。で、ステージなんだけど、このね、平安神宮っていうのが、1895年に作られたっていうことでね、100年以上歴史があるっていうところで、まずここでライブやんのかよっていうそれがすごい面白い。堂本剛くんとか過去にやってたみたいなんだけど、そういうところで、特設ステージはね、収容人数4000人って言われてるみたいなんだけど、それぐらい入る広いステージになっていて、開演のね、30分前だと、客入りね、結構もうほんと最後尾まで入っていて、一応当日券は取れるようになってたんだけど、ほぼほぼ9割以上は埋まってたかなっていうので、客入りもすごくいいイベントになってたんじゃないかなと思いました。全体的になんだろうな、ブルーな照明が効いていて、すごく美しい光景だったんだけど、自分はね、座席がね、A7 っていうところの、本当に右上の方なんだけど、右前の方なんだけど、このね、最前列っていうことで、めちゃめちゃいい席が当たったっていうので、マジでラッキーだなと思って、それもね、含めてすごく嬉しかったんだけど、ステージ上にね、もう会場に着いて、まず目に入ったのがグランドピアノが置いてあって、もうね、これ、小林ほのかさん、これ絶対やるじゃん、みたいなね。それがすごく、目を引いたところなんだけど、当日ね、雨予報で、ね、一応なんだろう、ピアノがあるところには屋根はあるんだけど、当日の雨の感じだと、雨食らっちゃうんじゃないかな、みたいな、結構ね、そういう予報だったので、正直ね、機材面めちゃめちゃ心配だったんだけど、無事ね、ライブの時間帯は、本当に降らなかったっていうことでね、終わった後土砂降りだったんだけど、
本当にそこは奇跡だなと思いました。中止になってもおかしくなかったかなと結構思いましたね。はい。じゃあね、早速、音楽、ライブのレポートについて、詳しくしていこうかなと思うんだけど、まずオープニングアクトね、開演前ね、めちゃめちゃドキドキして、客席で待ってたんだけど、そこでアナウンスがあってね、これより、舞台と、皆様をお払いいたしますということで、もうそのアナウンスで流れた瞬間に、会場若干ざわついたんだけど、そこでね、頭をお下げくださいということで、神主さんがね、登場して、登場してお祓いみたいなのをしてくれるところで、シャンって一振りしてくれて、会場のみんなはね、始まる前にちょっとお祓いしてくれるっていうので、これもね、めちゃめちゃ面白いなと思いましたね。ということで、オープニングアクトは、神主さんによるお祓いということでね、そこから、出囃子が流れたんだけど、この、ね、出囃子も、住釜さんっていうのかなちょっと、住釜さんかなハロプロでは結構もうお馴染みだと思うんだけど、編曲とかやられてる方で、こちらの方がね、楽曲のオープニング SE を作ってくれたということで、ショーっていう楽器なんだと思うんだけどね、吹くような楽器、平安時代を感じるような、音とか使ってたりね、すごい平安神宮の場所に合わせた SE が流れていて、これもね、すごく会場の雰囲気とマッチしてて、面白いなと思いました。ほんとそういうのもあってね、このイベントならではみたいなことが、すごく感じられて、そこもすごく良かったなと、思ったんだけど、そこからね、出だしで、夢さえ描けない夜空にはっていうね、ビヨンズの楽曲を、ジュースジュースとビヨンズ一緒になって、全員で歌唱するっていうので、もうね、ほんとこの時点でもう出だしから超プレミアムじゃねっていう感じだったんだけど、音はね、結構、野外っていうこともあるし、スピーカーもロッキンみたいにね、しっかり組まれてるようなアンプじゃなかったから、結構風で流されちゃうような、貧弱なね、音響ではあったんだけど、そういうのも、含めてね、超えられてしまうような、メンバーの歌声のパワーを感じました。でね、衣装に関しては、ビヨンズはね、タイで披露したメンバーカラーと、シルバーのね、キラキラの衣装と、ジュースジュースはね、ティフでも披露してた紫色の衣装ということでね、もう2つの衣装ともね、夜空にきらめくような衣装で、それもすごい美しいなと思ったんだけど、そこからね、ジュースジュースがはけて、ビヨンズが笑ってショパン先輩と恋する銀河を連続で披露するんだけど、本当に壮大な2曲ということで、京都とかね、雅とか、あと芸術とか、あとね、夜空とか月とか、ね、そういうキーワードとかがすごくマッチングする楽曲だなと思っていて、このセットリもすごい良かったなと思ったんだけど、そこからね、ジュースジュースにバトンタッチして、プラスティックラブの前奏が流れたんだけど、この時点で結構ね、オタクが、おーみたいなね、歓声が流れましたね。やっぱりね、コンサートでめったにやらない楽曲だと思うんだけど、この曲やったのは多分だけど、海外でね、人気がある、シティポップ曲っていうこともあって、ロケーションもね、京都の野外っていうロケーションなので、海外ファンを意識したのかななんて思ったんだけど、当日券の購入の窓口のところで、多分ね、ハロータじゃない現地のね、海外の旅行客みたいな、二人組のカップルの人とかが、チケット買ったりしてて、そういう人もね、いたので、そういう人がね、わかりやすい曲っていうのを、セットリストに入れてくれたんじゃないかなと思ったんだけど、そっからね、またシティポップの人気曲の、ファンキーフラッシンを見せるということでね、今回の自分の見どころで言うと、秋ツアーで体調不良で未参戦だったミップルがね、その曲に参加してくれたので、そういう意味でもすごく、凱旋っていうのもそうだし、ミップルの参加っていうのも、すごく楽しみにしてたんだけど、やっぱり歌声もね、ソロパートもあったりして、すごく個人的には見れてよかったなと思いました。でね、MC では、京都出身のしおりんとエバタンとミップルが登場するっていう流れだったんだけど、ミップルがね、間違えてはけちゃって、で、呼び戻されるみたいなシーンもあったりして、初々しさみたいなのを感じて、それもすごい良かったなと思ったんだけど、この凱旋公演恒例のね、ここで、ただいまーっていう、メンバーの声に対して、客席が、お帰りって全力で言うんだけど、そういうね、心温まるシーンなんかもあったりしてね。あとはね、MC も、やっぱり京都ならではっていうところだと思うんだけど、祖母とね、一緒に平安神宮を見に行くっていう約束をしてたっていう話をする、ミップルの話とか、あとはね、江端木咲ちゃんとか、子供の頃からね、来ていた馴染みの場所だとかね、そういう平安神宮とか京都に
こうまつわる、エピソードも飛び出したりなんかして、そこもすごく良かったなと思うんだけど、そんな中でね、喋ってる最中に、ほのぴと、エサワイチカちゃんが、バイオリンとピアノで音合わせをしていて、そこもなんかすごいこう、なんだろう、生感を感じて良かったんだけど、何の楽曲やるのかなーなんて、こうちょっと思ったりしてたんだけど、そこでね、ハンガリー舞曲をやるということでね、実はね、こう、いちかちゃんがブログで、9月19日のブログに、ハンガリー舞曲が聴きたくなりましたみたいなこと書いてたりして、実はね、こう、事前に若干こう、ヒントをくれてたんだけど、自分的にはね、まさかこの曲こう、ほのぴと合わせてやると思ってなかったから、それもすごくこう、感動したんだけど、二人のね、この掛け合いっていうのも、すごくこう、音楽っていう感じでね、音を楽しむっていう意味での音楽っていうのをすごく感じたし、ライブならではのこう緊張感もあったし、本当にね、そういう意味でもすごい楽しかったなと思うし、この二人がね、いるからこその、今回の、みたいなこうイベントとか、あとこう、ジュースジュースとビヨンズでこうあることで言うと、オーケストラのね、参加とか、そういうのが結構あると思うんだけど、こういうのがね、繋がってるのかなと思ったりしていて、ハロプロってこう、基本的にはアイドルグループなんだけど、この二人の存在があることによって、ちょっとこう、アイドルっていう枠を若干こう飛び越えた活動なんかも、できてる。そんなね、こう、すごくこう、重要なメンバー、二人組の、貴重なね、演奏も他になかなかないと思うので、それを聞けたっていうのもすごくこう、貴重な体験だったなと、思ったんだけど、そこからね、そのまま二人の演奏とともに、選抜メンバーがね、無限クライマックスやってくれて、で、自分的にめちゃくちゃ嬉しかったのが、今年、Two of Us っていう、ジュースジュースとね、ビヨンズがこう一緒に、コラボする、イベントというかね、そういうコンサートがあったんだけど、自分ね、その時生でこう見れなくて、動画で見たんだけど、これをね、見ることができたっていうのが本当にこう、個人的にはすごく嬉しかったんだけど、そこからね、さらに、Two of Us でやってないね、ムーンライトナイト月夜の晩だよっていう曲があるんだけど、この曲をね、やってくれて、で、これね、もう間違いなく、この月夜の、ね、晩っていう、この、イベントに合わせた楽曲だと思うんだけど、この一夜限りのこのイベントに合わせてのこう選曲っていうのもめっちゃ粋だなと思ったんだけど、パフォーマンスもね、ダンスの上手いメンバーが揃ってるっていうこともあって、めっちゃ力強いね、ステージを披露してたなと思いました。もうね、これは本当にね、今回の自分の中では、ベストアクトというか、一番印象に残ったところでしたね。あとはね、続いてこう、しおりんとさやりんと舞ココ、桃姫を含めた、混合ユニットで披露する、チョイス&チャンス、ジュースジュースの曲なんだけど、これもね、Two of Usで披露してたんだけど、桃姫とね、レイレイが、ボイスパーカッションやってくれるということで、結構ね、音響貧弱なんだけど、やっぱボイスパーカッションはね、めっちゃこう響く感じがして、会場全体にね、本当にこう響き当たっていて、結構ね、こうイベントとかでも、こう初見の人がね、よく感動するポイントなので、本当にね、ここも結構個人的には印象深いなと思い、なんか最強だなっていう、こう感じをね、すごくこう際立たせてくれるボイパだなって、思ったんだけどね。で、そっから、ビヨンズのね、コシタタンタターンっていう楽曲で、ピアノとね、ボイパ伴奏付きのアカペラを披露してくれたんだけど、もうね、ここもね、もうどんどん思うのが、マジでこう、音を楽しむ音楽をマジでやってくれてるわっていう感じで、本当にそこがね、こう個人的にも楽しいポイントなんだけど、今回のこのコシタンタターンがこう入ったことに対して、オタクがね、ツイートで言ってたんだけど、平安神宮って、指針っていうね、こう玄武、宗龍、白虎、朱雀っていう指針っていうのがあると思うんだけど、平安京に。そのうちに、白虎とね、宗龍が、平安神宮にいるっていうことで、白虎楼とね、あと宗龍だと、宗龍楼っていうのがそれぞれ、あるということで、そこにちょっとね、その白虎に引っ掛けたんじゃないかなっていう考察もあったりして、なるほどって自分はね、こう、その時は気づかなかったんだけど、後々聞いてね、なるほどと思ったんだけどね。まあね、竜の曲はね、ハロプロだと自分的には恐竜温度ぐらいしかこう知らないっていうのもあって、竜の曲はなかったんだろうなとか思ったんだけど、まあね、そういうこう、引っ掛けた楽曲とやるのも面白いなと思いましたね。竜の楽曲ってさ、あんま世の中にもないよね。すごいこう余談なんだけど。ドラゴンボールの、自分はね、ドラゴンボールの楽曲だと、ロマンチックあげるよとかね、ミラクル全開パワーとかめっちゃ好きなんだけど。あとはね、竜にまつわる曲だと、ザ・ミュージックっていうバンドのね、ドラゴンソングっていう曲があって、それもね、めっちゃかっこいいって好きな、どうでもいい、めっちゃどうでもいい話なんだけど、竜にまつわる曲って少ないなとか、
思ったりもしました。今後どっかでこう出たりするのかな。ないよね。で、個人的にね、あの後感動だったのが、オンリーロンリーっていうね、ビヨンズの個人的にめっちゃキラーチューンなアルバム曲があって、この曲とね、あとはね、その後に続くジュースジュースのシンクロっていう楽曲ね、これまたね、アルバム曲なんだけど、この2つのね、マジでドラマチックな楽曲が、続くっていうのがね、で、この2つの楽曲がこう夏の終わりのね、夜の京都っていうロケーションにめちゃくちゃマッチしてて、本当に美しいなと思って、なんかそのね、状況になんかちょっとね、こう、聞いてて、泣きそうになっちゃいました。多分泣いてる人もいたんじゃないかなっていうぐらいだと思うんだけど、本当にドラマチックな楽曲で、それもすごい素敵だなと、思いました。あとはね、こう、ロマンスの途中は、今回の、新しいジューストーリーっていうアルバムが、ジュースのアルバムが10月に発売されるんだけど、このアルバムのね、収録バージョンになっていて、ちょっとね、アレンジがジャジーな感じになってるんだけど、夜の野外にね、すごいハマってるなと、思いました。あとはね、やっぱりこう、キラーチューンのプライドブライトなんだけど、この曲はね、ほんと会場のギアがこう、一気にこう、一個上がる感じがして、紛れもないキラーチューンだなって思いましたね。で、ラストは、平安神宮のね、パワーストポット感にこう負けないぐらいのね、愛のパワーにこう満ち溢れてる曲だと思うんだけど、マジックオブラブやってくれて、まあね、もう最高の締めというところだったんだけど、なんかダンバルルルちゃんがね、後ろのこう平安神宮をこう見て歌うシーンなんかもあったりして、ブログにそのこと書いてたりもしたんだけど、そういうのもあってすごくこう感動的だな。なんかこう、なんだろうな。生で歌ってるよっていうのが、本当にこう最近のジュースもビヨンズも、両方そうなんだけど、こう感じる、ライブで感じるところなんだけど、すごくね、こう、やっぱり余裕があるところも関係してると思うんだけど、歌に対して。すごくね、こう今を楽しんでるとか、歌を楽しんでるっていうのがこう伝わってくるパフォーマンスだなと思っていて、そこがこの2つのグループの大きな魅力、共通する大きな魅力なんじゃないかなと思うんだけどね。で、ラストは、まさかのポップミュージックということでね、ここはね、マジで意外でした。なんかこう、平安神宮とか、フェスに合わせた楽曲で来るかなとかちょっと思ってたの。そういう曲が続いてたのもあるから、来るかなと思ってたから、予想外の選曲だなと思っていて、イントロでね、オタクがこう若干ざわつきましたね。なんかちょっとこう笑ってるオタクなんかもいて、ちょっと面白いなと思ったんだけど、これあれなのかな、なんかこう、平安殿でさ、鳩サブレとか売ってて、その鳩とかけてんのとかもちょっと思ったんだけど、あとはね、なんかこう、この楽曲って、結構世界のね、各国のこう人気楽曲のオマージュが、散りばめられてる曲だと思うので、こうグローバルなね、発信の場でもある京都っていうこともあって、それを、意識したりもしたのかなーなんて、ちょっと思いましたね。あとね、こう MC です。しおりんが、月についてコメントした時があったんだけど、そのタイミングでね、ちょうどこう、雲で隠れてた月が、パッてこう現れたりしたりして、それもすごいね、なんかこう奇跡的なものを感じて、オタクもね、その瞬間にこう月一斉に眺めて、あ、月みたいなこと言ってたんだけど、それもなんかすごい素敵だなと思いました。で、最後はどら焼きが配られるということで、このどら焼きね、これが配られたんです。ちょっとね、甘さ控えめで、すごくね、もうどら焼きってあんまり食べる機会なかったりするので、すごい持ち帰ってから食べたんだけど、すごく、美味しいなと思いました。なんかすごくいい夜だったなと思ったんだけどね。で、帰りにね、鴨川にこう謎のおたげしてる人がいたから、それは別でショート動画入れたんだけど、あれなんだろう、ハロプロなのかな、なんか背中に宴とか書いてあって、ハロプロなのか何なのかもちょっとわからなかったんだけど、ちょっとね、それは盗撮してショートにあげたんで、もしよければそれも、見てください。はい。っていうところでね、今回は、ちょっと平安神宮のライブレポしてみたんだけど、公式でね、ポップンロールとかバークスで、記事、レポのね、記事を上げてたりして、写真めっちゃね、良かったりするので、ぜひね、公式のレポートも見てほしいなって思うんだけど、写真もね、すごいいいので、見てほしいなと思うんだけど、今回のね、イベントは、個人的にね、すごいこう、謎イベだったんだけど、謎イベイコール神イベみたいなこう法則が、ね、自分の中ではあって、そのね、法則にこう、漏れることなく、今回のイベントも、めちゃくちゃいいイベントだったなと思いました。ということで、今回は、平安神宮のレポをやってみました。あとはね、ちょっとね、自分の方でこの後観光したんだけど、ちょっとね、この動画の中で、簡単にね、どんな観光したのかを全く余談で、興味ない人は飛ばしちゃっていいんだけど、京都観光してきました。1日目はね、京都駅から五条っていうところに
て、そこから東本願寺行って、八坂神社行って、平安神宮行って、で夜はね、祇園のあたりをちょっとブラブラしました。でね、2日目は、東福寺、清水寺、鴨川付近行って、京都駅っていうような、スケジュールだったんだけど、結構ね、個人的に面白かったなというか、良かったなと思うのが、祇園市場っていうのかなのあたりで、レストランの菊水っていうあたりが、すごく有名な建物があるんだけど、そのあたりのね、景色がやっぱりすごく、人も多かったけど、素敵だなと、建築も含めてね、すごく素敵だなと思ったのと、あと、八坂神社もね、やっぱり人めちゃくちゃ多かったけど、すごく美しいなと思いました。で、自分はね、夜はね、すんごい雨に降られちゃって最悪だったんだけど、ブラッスリーカフェのオンゼっていうね、カフェバーみたいなところに、夜やってるところがほとんどなかったからっていうのもあるんだけど、そこ行ったんだけどね、なんか自分がね、一人で飲んでる時に、横でね、お姉さんたちが飲んでて、で、雨降るまで帰れないじゃんみたいなことを言ってたんだけど、もう自分もね、もう、豪雨からもうずっとさ、11時ぐらいになってたのかな。もうさ、そんな時間までさ、外に行って、結構もう体力的に疲れてきちゃったのもあったから、傘も持ってるし、もう豪雨の中に、散って宿まで、帰りました。もう本当に大変だった。で、宿もね、すっごい素敵な宿で、町屋をね、リノベーションしたような宿だったんだけど、そんなところに行ったりしてね。で、2日目はね、観光ということなんだけど、2日目はね、着物をね、せっかくだから、レンタルして、今着てるような感じのね、雰囲気の着物を、レンタルして、それを着て、京都市内を、ブラ歩きということでね、京都に友達がいたので、どこ行けばいいみたいなこと聞いたんだけど、そしたらね、花アイスっていうところで白味噌のソフトクリーム売ってて美味しいよみたいなこと言ってたから、白味噌のソフトクリームをね、買って、東福寺っていうところ行ったんだけど、1日目ね、八坂神社とか行って、めちゃめちゃ混んでるなと思ったんだけど、東福寺っていうね、ちょっとね、京都市内の右下の方なんだけど、めちゃめちゃ空いてて、あれめちゃくちゃここら辺穴場じゃねって思ったので、混んでるとこ嫌な人いたらね、ぜひ、この辺り、めっちゃおすすめだなと思いました。でね、結局せっかくさ、着物着たのにさ、撮ってくれる人いないっていうね、悲惨な状態だったので、自撮りをしたということで、それをね、今回サムネにしてるわけなんだけど、ということでね、着物を着た写真をちょっと自撮りしたりなんかもして、その後ね、自分は個人的に好きな大正ロマン系の建物がすごく好きなので、竹久イメージカフェの五竜閣っていうのかな、っていうところを見に行ったりもしたんだけど、閉まっててね、めっちゃ残念だったんだけど、それでね、ちょっと探して、フランスは喫茶室っていうね、またすっごいね、素敵なところがあって、そこに来ました。で、そこでサンドイッチ食べたりなんかして、大正ロマンの雰囲気を最終的には満喫して帰るということでね。京都ってさ、結構平安のイメージがやっぱ強いんだけど、結構ね、このフランスは喫茶室っていうところは、もうめっちゃね、古くからある、歴史ある、なんだろうな。だけど、まあね、古すぎないというのかな。平安時代とかとはまた違って、大正ロマンを感じるところで、そこもすごい素敵だなと思っていて、すごい楽しい体験でした。はい。ということで、後半はちょっとね、京都、旅行のレポということで、全く関係ない話題だったんだけど、今回はね、こんなところで、結構ね、思ったのが、遠征ってあまりしたことなかったんだけど、京都とかさ、大阪とか、名古屋とか、あと宮城とかね、結構大都市圏内でやることが多いし、こういう時ね、結構観光がてらに、行くと結構 QOL 上がるんじゃないかなとか思ったりして、今後もね、北海道とか、観光地でやった時、ちょっと奮発して、旅行がてらライブ見に行こうかななんて、ちょっと思いましたね。一人だとね、若干宿なんかも、二人で3万の宿が一人でも3万みたいな、そういうことがあったりするので、そういう意味ではちょっとコスパめっちゃ悪いんだけど、遠征がてらっていうのも悪くないなと思いましたね。はい。ということでね、ちょっとそういう風に検討している方がいたら、ぜひ、おすすめなので、お願いします。結構フォロワーさんの中でもいてる人いたりして、会話はできなかったんだけど、もし今後ね、見かけたりしたら、ぜひ気軽に声かけてください。はい。ということで、今回は、こんなところで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。誰かを誘って京都に置いてよ